三遊亭原章です。今回はですね、この本のご紹介でございます。はい。作家とお風呂というね。はい。もうこの表紙見ていただいたらね、まあ、誰かすぐわかるでしょう。赤塚不二夫先生ですね。で、この飼い猫と一緒に、入っております。これ飼い猫の菊千代と言いましてね、赤塚先生が黒澤明の七人の侍が好きで、三船敏郎演じる菊千代、それと同じ名前なんですね。まあ随分これね気持ちよさそうに入ってますけど、まあ、この本ね、先日本屋入った時にね、もう久しぶりですね、ジャケ買いしました。もうジャケ買いするでしょこれ。もうこんな魅力的なね表紙なかなかないですからね。でこのタイトル作家とお風呂ね、いやいろんなこの作家がまあね、お風呂に関する何かエッセイか何かをこう書いてるもんなのかな、ほぼ中身も確認せずにジャケ買いしました。でこれただあれ作家言うけど漫画家じゃないのってね思ったんですが、まあ開けてみるとねいろんなね、こういう方がエッセイ、その中で赤塚先生がの漫画もあるんですね。でこのいわゆるアンソロジーというやつで、まあこれ一応帯がここにあるんですけどね、これ帯外したんですよあえてね。これがこうのほら菊千代が見えやすいかな思って、帯こうなってたらもうね誰かわからないという、もう一瞬誰かこれで赤塚先生やなってわかるんですけど、これだけだと知らない裸のおじさんの本ですからね。怖いでしょこれだけやったら。でこれでね赤塚先生やったでこれねいわゆるそのアンソロジーですからいろんな、方が書いてる。で漫画家以外はもちろん作家もいるんですが、画家とかミュージシャンとかね、いろんな方がいるんですね。で前回実はこれの紹介を1回しました。今日だからここから見てる人実は2回目なんですよこれ。なんでかというと前回これ紹介しようと思ったらなんか紹介の途中にいろんな僕が楽しくなってきて話脱線してねいろいろ、まあ、脱線っていうか正確にはここに出てくる作家のことでいろいろそのサブエピソードみたいなのを喋りすぎて、結局この本編の話がほぼ進まなかったということで、まあよかったら、この前回のやつも見ていただいた方がより深くね楽しめます。深く楽しめると思います。それでですね、まあここに出てくるね、いろんな方ですがまあ普通にもちろんね、面白い、エッセイ随筆いろいろあるんですが、まあもともと僕がねこう知ってた名前の中で一番ね意外な人がいるんですこの中で。その人もみたいな。これ皆さんね絶対予想できないです。まあいろいろじゃあちょっともうこの人の名前を出す前に他どういう名前の並びがあってかっていう流れで当ててください。赤塚先生もまあいっぱいあるんですよ。芥川龍之介もありますね。それから、島崎藤村もありますね。萩原作太郎ね、種田三等家、太宰治、高村光太郎ね、中原中也、川端康成、坂口安吾ね、もうこの流れで誰来ると思います？はい、言いましょう答え、山下清。山下清、あ山下清、僕はおにぎりが好きなんだなのとなったと思います。一瞬同じ名前のなんか作家なのかなと思ったら違います。山下清みたいなね。ボブ・ディランがノーベル賞を取った時と同じ現象ですね今ね。今年のノーベル賞はボブ・ディランです。ボブ・ディラン？同じ名前の作家がいたんか言ったらボブ・ディランやったみたいな。まさか音楽の歌詞がノーベル賞を取るなんていうね、音楽の歌詞がノーベル賞を取るんやったら新作落語の炎上だってノーベル賞取ってもおかしくないぞって当時僕言ってたんですけどもね、こうやって話がどんどん脱線していくんです。早く本編に入りなさいというね。でこの山下清というねもう
知らない人いるんですか、山下清を。もうこの日本人でね、あんな本人じゃない、人で本人やと思ってる人、子供の頃ずっと僕山下清は芦屋雁之助やと思ってましたからね、みんなもそうでしょ。芦屋雁之助が全国放浪してる画家やと思ってたでしょ。だってもう演技がうますぎるというかリアルすぎて、もうあれやと思ってましたからね、僕はね、ずーっと子供心で。またこの動画でね、ちょっとね、芦屋雁之助さんのちょっと家に僕ちょっと訪ねたことがあるんですよ、昔。ちょっとその話また別の回にしましょう。原章の放浪記ねまた別の回にしましょう。それで山下清さんのねがエッセイってどういうことやねんと思うんですが、実はこれ考えてみたらね、ドラマ裸の大将放浪記、裸の大将ね、野に咲く花のようにってあれね、ドラマというのはよくよく見ると原作って出てくるんですよ、最後にね。エンドロール原作山下清ってちゃんと出てます。だから原作があるということですね。ないとあんなのは作れませんよ、ドラマはね。あんなリアリティのある。だから山下清さんが本当に全国放浪した記録が残ってるんですよ、日記として。これね、僕本当昔、もう20何年前かな、京都のね、三条ね、京都三条のブックオフがあるんです。今もあるんかな、鴨川のちょっと鴨川沿いぐらいのとこに、有名な土下座の像の横ぐらいかな、ラーメン三等家の近く、ね、近所の人しか分かれん。あそこのブックオフでね、山下清放浪記のセットがこのハードカバーのが売ってたんですよ。めっちゃ安い。もうなんか1冊200円とかで、全部でほんまに全部でも1000円もしなかったなと、これぐらいのね。でも僕わあすごいなと思って買ったんですが、読んだんですよ。なんか読んでたらもうわけわからないんですよ、文章が。だからなんやねんこれ、読みづらいわこれと思って。普通の文体じゃないんですよね。なんかめちゃくちゃ変わった書き方なんですよ。だからそれは自分の今までのね読んだなんかいろんな世の中の文章の中でこんな書き方ないやろというぐらい変わった文体なんです。だから僕は当時20代前半ぐらいかな、買った時、わけわからんわって途中で読むのやめたんですよ。でだいぶ経ってからもう結局読まなくなったから、またそれブックオフに売ったんだよね。ブックオフのナレーションのコンセプト通り、ブックオフで買ってまたブックオフで売るって言ってますよね。はい。買ったのをまたブックオフで売る。そしてまた買うとかいうやつね。ほんとその通りに売りましたけど、その山下清さんのね、こう載ってたんですよ。温泉に関するエッセイ。もう20何年ぶりに僕山下清さんの文章に触れたんですが、すごいですね。僕が成長したんでしょう。20何年経って。この文章たるや、もう何やろうね。なんかあらゆるものをね、超越してるんです。だから、何か情景描写とかを描くときに、大体もう、どんな作家でもそうですよ。何か比喩を使うんで、何々のようだったみたいなね。比喩を使うことで、情景を伝えやすくなるじゃないですか。なんかね、そこに非常に力を入れて書くんです、普通は。そうじゃないと読んでる方が想像できないから。だけど山下清さんのはもうそんなんないんです。僕は本当こんなんです。ずっと僕は歩いているとただで入れる温泉があると聞いたので、山を方行ったみたいな、もうずっとそうなんです。だから子供がねなんかほら絵日記書いてるみたいな、と何々をしたみたいなね、お風呂に入ったみたいな。でこれが子供やったら要は子供が書いたって